んにちは。東京九段工作ラボにようこそ。今日はエリゴーのセンタウリカーボンという 3D プリンターを紹介しようと思います。この 3D プリンター、結構マニアに刺さるかなと思っています。海外だと改造動画がいくつも出ています。で、自分で設定を追い込みたい人、カスタマイズしたい人に向いている 3D プリンターかなと思いました。ただ、今日開封してこんなのできましたすごいでしょで終わるのはちょっともったいない。このプリンターの面白さは技術の仕組みにあると思いました。高速でも精度を落とさないための Core XY、ABS や ASA を安定して印刷するためのエンクロージャー、そしてカーボン素材にも対応できる320度の高温ノズル。この3つが揃うことで何が実現できているのか。で、技術の話だけだと難しくなってしまうので、今日は東京九段工作ラボの社長にも教えてもらいながら進めていこうと思います。技術パートは社長との対談で進めていきます。開封やテストプリントは私がいつも通り解説していきます。3D プリンターの仕組みをもっと知りたいという方はぜひ最後まで見ていってください。この動画はエレゴーさんの提供でお送りします。今日ご紹介するセンタウリカーボンの3つの特徴について詳しくお話を聞いていこうと思います。まず1つ目、センタウリカーボンの Core XY についてです。この前開封動画出したフラッシュフォージの AD5X だったりとか、プルサコア1プラスも Core XY だったんですけれども、こちらのもちろんセンタウリカーボンも Core XY ですと。Core XY って一体何を指してるんですか？YXY ってプリンターのヘッドとベッドの動きですね。印刷するときにこういう印刷があると、プリンターのヘッドが前後左右に動いて、ベッドはゆっくり下に下がっていくだけ。前後左右ベッドの動き、それ以外の動きって何か他にあるんですか？ベッドスリンガーっていう方式が皆さんよく見ている方式があります。ボンブーラボの A1 とかがそうで、これが乗っているベッドがこう前後に動きながら、ヘッドが左右に動いて、その組み合わせで印刷していく。3D プリンターってその2つの方式？あともっと高い方式にベッドCore XY じゃない方式もありますけど、家庭用にはこの2つだと思っていただいて問題ないと思います。わかりました。Core XY とベッドスリンガーの違いって何かあるんですか？そうですね、印刷精度です。一番大きなのは、ベッドスリンガーってこうベッドが動くので、要は印刷してるものがこう動いちゃうんですね。それは困りません？背の低い時とかはいいんですけど、背が高いものになったりすると、これを早くこう動かすとどうしてもここが振動してしまう。上に行けば行くほど振動がこうわーって揺れちゃうってこと？それなんでこう精度が悪くなったり、最悪の場合は失敗してしまう。で、Core XYはこれは下でしか動かない。ヘッドが左右に動くんで、高速に打ってもこれは振動しないので綺麗に打てる。すべてのプリンター Core XY にすればいいんじゃないですか？そうなんですよね。Core XY は2つのモーターをがっつりつけないといけないんで、しっかりした筐体がいるんですよ。例えば A1 とかと比べてもらうと、A1 もっとシンプルな形してるけど、これめっちゃ重そうですよね。重そう。はい。だから材料費もいっぱいかかってそうな感じがします。はい、コストがかかるんですよ。ということは、Core XY の構造をしていれば、精度には問題なくなるってことですか？実はそれほど単純じゃないんですよ。Core XY でも高速に動かすと、今度はプリンターが振動し始めて、振動しちゃうと精度が落ちるんです。じゃあそのためにはどうするんですか？この取り付ける筐体をがっつりしっかりさせることですね。ここの設計で精度が変わってきます。これはどういう設計で作られてるんですかね？このエルゴのセンタウリカーボンは、アルミダイキャストの一体成形という形で、溶けたアルミを型に流して、でこの立体の形を1回で作ってるんです。なのでこういうところの角に一切取り付けるネジがない。ネジがあるとそこから緩み始めますもんね。そうですね。だからこう柱とかこの横棒を取り付けてなくてもこの形なんです。筐体の作りによって精度を出してる。そうです。ことなんですね。それだと精度もいいし、硬いので振動もあんまり起きない。高速で動かしても精度いいっていうのを狙ってます。それでは特徴その2、
エンクロージャーの話をしていこうと思います。エンクロージャーって要はこれ囲ってる枠のことですよね。この箱の形になってるってことですね。でも他のメーカーのプリンターも囲ってるやつありますよね。ありますね。バンブーラボのH2D とか、プルサのコア1プラスとか、あれも囲ってあるじゃないですか。何が違いがあるんでしょうか。一番の違いは、この印刷している中のこの温度ですね。温度囲ってないと当然室温のそのままなんですけども、こうやって囲って密閉しちゃうと、実はこの中の温度がちょっと高くなるんです。温度高くなるとなんかいいんですかね。はい、PLA は問題ないんですけど、ABS のような素材になると、冷えるとこう反って剥がれちゃったりするんですよ。私もなんかよくありました。あれって温度の問題だったんですね。私あれ接着がされてないからだと思ってました。温度なんですよ。ABS は冷えると縮まる量が PLA に比べてだいぶ大きいんで、それによって、印刷してるノズルから出てるところは熱いけど、時間が経った下の方は冷えているっていう形で、こう下になるほど縮まろうとするんで、そういう力によってこう反ってしまって剥がれちゃうっていうのが起きるんです。それで、囲うことによって温度を保ってるんですかね。そうですね。例えばこれだと、中が45度ぐらいとか50度ぐらいになるんで、室温より高いので、反りにくくなってしまう。その縮む量が減るんで、ABS みたいな素材でも失敗が起きにくい。エンクロージャーの役割ってそれがあるってことですね。一番はそれですね。一番それ。他にもあるんですか？他にも、ABS とかだと、どうしても有機ガス的なものが出ちゃうんで、臭いんですよ。臭いですね、確かに。でそれがこう広がらないように、囲ってる。で例えばこれだと後ろに排気ファンがあるんで、その排気管のところしか匂いが出ないんで、そこであとうまく排気してもらえれば、部屋の中にこの嫌な匂いが広がらずに済む。でも排気ファンから匂いは出ますよね。出ます。だから排気ファンからちゃんと外に出すようにとか、そこは工夫してもらわないといけないんですけどね。それ以外にこの機種のその囲ってあることのなんかその工夫はあるんですか？排気のところに活性炭フィルターがついていて、その匂いを完全ではないんですけど、ある程度吸い込んでくれる。大事フィルター大事。そうなんですよ。高い機種だとちゃんとしたフィルターがついてるものが多いんですけど、このレベルでフィルターまでついてるのは結構すごいんじゃないかなって思います。そうですよね。センター売りカーボンって5万円台ぐらいですよね。エンクロージャーで温度も保ってくれて、で排気ファンもついてて、そこにはフィルターもついてるっていう。なるほど、わかりました。だからしっかりこう ABS とか打つことも想定して設計作られてるのかなと思います。それでは3つ目の特徴として320度まで耐えられるノズルっていう話なんですけれども、320度ってすごい高温なんですけれども、それに耐えられるっていうことですか、これ？そうですね。320度までノズルの温度が上げられる。他のプリンターはどこまで上げられるもんなんですか？普通のプリンターについてるのはだいたい300度とか290度ぐらい。だいたいペット G とかが250、60度とか必要になるんで、余裕を持って300度近くまで上げられるノズルがつくのが一般的かなと思います。これはなんで320度まで耐えられるような設計にしてるんですかね？フィラメントの中にカーボンファイバーとかグラスファイバーを混ぜた、例えば PLACF とか、ペット GCF とか、そういった混ぜ物があると、通常よりもうちょっと高い温度が必要になるんですよ。それだと280度とかが必要になったりとか、あと機械部品とかで使えるような PACF とかナイロン系だと300度ぐらいまで必要なんで、必要。そうしたらやっぱり機械部品が必要な人とか、例えばドローンのパーツ作りたいとか、そういった人は絶対そういうの必要になってきますよね。そうですね。カーボンファイバー入りのフィラメント使いたいと思うので、そうするとある程度高い温度が出せる機種にしたいので、そうすると300度で、ノズルで300度って理論的には出るんですけど、ギリギリすぎてちょっとどうかなって思うので、少し余裕を持って320度対応してる。対応しているっていう。じゃあもう320度に対応してたら、もうカーボンファイバーでもグラスファイバーでもどんとこいっていうノズルなんです。そうですね。特殊なノズルなんですか、これは？そうです。カーボンファイバーとかグラスファイバーって結構硬いんですよ。名前からして硬そうな気がします。だから普通のノズルって真鍮でできてるんですけど、真鍮でできて真鍮のノズルだとノズルが削れちゃって
打てないことはないんですけど、使える時間が短いです。ちょっと何十時間か使うと、穴の形がガタガタになったり広がったりして。じゃあもう印刷したらもう次の新しいノズル買わなきゃいけないみたいな？そうですね。何時間か、本当に1週間印刷したら次のノズルにしないといけないとか。それ結構コストかかりますね。なんで、硬化ノズルっていう硬くしてあるノズル出てあります。寿命が5倍とか10倍伸びるので、安心してカーボンファイバー入りとかの素材が使えます。使える素材の幅をものすごい広くしているっていうイメージがありますね。そうです。このセンタウリカーボンは、PLA、PETG からカーボンファイバー入りの素材まで幅広い素材、ちゃんと打てることを考えて設計されていると思います。さて、仕組みが分かったところで、このセンタウリカーボンを実際に開封して見ていきましょう。開けてまず驚くのが取扱説明書の分厚さです。分厚いなと思ったら日本語のページが入ってました。一番上にガラスのトップカバーが載ってます。割れやすいので気をつけてまず取り出してください。そうすると本体が出てきます。持った瞬間に分かりますが、重くてがっしりしてます。先ほど社長が説明したダイキャストアルミフレームの合成がこのがっしりとした重厚感を生み出してます。梱包材を外していきます。ほぼ組み立て済みなので、梱包材を外してビルドプレートを固定している輸送用のネジを3本外して LCD を取り付けたらもう完了です。さて、電源を入れてキャリブレーションに進みます。初回のこのセルフテストではかなり大きな音がするのでちょっとびっくりすると思います。ベッドレベリングや振動補正を自動でやっているので異常ではありません。エレゴにはフィラメントもお世話になってます。今回はエレゴの PLA を使ってまずは 3D ベンチ、そして内蔵メモリに入っているエッフェル塔を印刷しました。どちらも綺麗に仕上がってます。内蔵カメラがついていて、こちらでタイムラプスも撮れます。結構綺麗に撮れますね。カメラが内蔵されているので、これだけでリモート監視もできます。最後に活性炭フィルターとエンクロージャーの密閉効果を確認していきましょう。ASA を使って植木鉢を印刷していきます。漏れる匂いはほとんど感じませんでした。活性炭フィルターとエンクロージャーの密閉効果がしっかりと機能しているのだと思います。ただし、匂いが少なくても換気は必ずするようにしてくださいね。さて、こちらのセンタウリカーボンが気になった方にお知らせです。3月12日からエレゴの春のキャンペーンが開催されます。そうすると、今回ご紹介したセンタウリカーボンを含むいくつかの製品がセール価格で購入できます。で、3月の12日から3月26日の夕方までやってますので、このセール期間中にぜひエレゴンのサイトを覗いてみてください。概要欄にリンクを貼ってありますので、こちらにアクセスしてみてください。今日はこの 3D プリンターに詰まっている技術について社長との対談という形で説明させてもらいました。いかがだったでしょうか？ちょっと分かりやすかったのか、やっぱり難しかったのか、感想があればぜひコメント欄で教えてください。もしこの動画が参考になったらチャンネル登録といいねをよろしくお願いします。とても励みになります。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。